まで上がるのだ。165品目って朝から財布が試されるのだ。その言い方、妙に生々しいわね。けれど本当に広い範囲なのよ。一気に来ると地味に効くじゃん。まずこの値上げの中身から見ていこう。9月1日の出荷分からなのだ。希望小売価格ベースで 3.2% から 18.7% 上がるのだ。幅が広いわね。安いおやつ感覚で買ってた人ほどじわっとくるわ。 500ml のコーラが200円から220円って日常の1本がそのまま変わる感じじゃん。僕220円なら2本買えると思ったのだ。1本しか買えないのだ。2本は無理よ。そこで計算を盛らないでちょうだい。しかも缶コーヒーのジョージアも145円から165円だよね。休憩の定番が一緒に動くのはきついかも。なんで中東情勢が飲み物にまで届くのだ。どういう話に見えるのだ。ナフサとアルミニウムが上がっているからよ。ナフサは石油から作る材料でペットボトルの原料につながるわ。要するに容器と運ぶ燃料の両方が高いってことじゃん。そりゃ値札に跳ね返るよね。自販機の前で立ち止まりそうなのだ。意味は伝わるけどかなり切実ね。買う側には小さくても積み重なると大きいわ。伊藤ハムも220品目を上げる流れだし、飲み物だけの話じゃないのが怖いよね。みんなはどこから節約する？僕なら買う回数を減らすけど喉が渇くと弱いのだ。そこはわかるわ。結局毎日の小さな出費が一番効くのよね。次は国がスタートアップをどう推すかの話なのだ。支援って口先だけだと意味が薄いわ。資金と売り先がないと動きにくいもの。スタートアップって最初の段階の新しい会社って感じじゃん。大きくなる前の助走が大事だよね。車座ってみんなで丸く座って話すことなのだ。すごく和やかなのだ。そういう席で本音を聞くのはいいわね。形式だけじゃなくて実用化につながる話が大事よ。研究がすごくても商品やサービスにできないと広がらないもんね。アーシの配信でも面白いだけじゃ続かないし。急に自分を例に出すのね。まあ言いたいことは近いわ。政府調達って国が使うものを買うことなのだ。それがあると売れやすいのだ。そうよ。最初の買い手が見えると企業は育てやすいの。大型の戦略投資も欲しいって意見が出てたのがポイントだよね。小さく応援するだけじゃ足りない場面もあるじゃん。世界市場への展開まで考えるのは大きいのだ。最初から国内だけじゃなく外まで見てるのだ。そのわけ、金融環境を整えるのも必要になるわ。お金の流れが止まると夢も止まるからね。これ国が何を後押しするかで見方が変わるよね。アーシは研究が形になる瞬間が一番ワクワクするじゃん。実験室のアイデアが世の中に出るのはずんだ餅が全国区になる夢みたいなのだ。続いてはリハビリの仕事を支える話なのだ。人手が足りないのに他の業界と賃金差があるのはしんどいわね。今月作ったリハビリテーション統括調整室もその辺を見てる感じだよね。リハビリテーション統括調整室って長いのだ。名前だけで息切れしそうなのだ。省内でリハビリ分野をまとめて動かす役目があるのよ。上野大臣が病院を見て処遇改善に意欲を示したよね。現場を見ているのは大事だよね。理学療法士と作業療法士ってどっちがどう違うのだ。理学療法士は立つ、歩くみたいな体の動きを支える人で、作業療法士は着替えや食事みたいな生活動作を助ける人よ。あーし、その説明でやっとイメージ湧いたじゃん。毎日の動きに直結する仕事なんだね。予防医療の観点から注目されているなら病気になる前の支えにもなるのだ。そうね。だから次の診療報酬と介護報酬の改定でどう具体化するかが見どころよ。報酬って病院や介護の現場に入るお金の仕組みだよね。そこが変わると待遇にも効きそうじゃん。支える人が安心して働けると受ける側も助かるのだ。そこは本当にそうね。綺麗事じゃなく現場の土台だから大事だわ。ここで一つだけアーシの小ネタいくじゃん。厚生労働省って2001年に厚生省と労働省が合わさってできたんだよ。そんなに最近なのだ。もっと前からある感じがしてたのだ。しかも中央省庁の中で予算規模が最大なんだよね。健康、医
医療、福祉、介護、雇用、年金まで担当してるからかなり広いじゃん。守備範囲が広すぎて名前だけでは足りない感じね。前の2つがそれぞれ別だったのがひとまとめになったから今の形になったんだって。一つにまとまるといろんな現場を見渡しやすくなるのだ。そうそう。だから今回のリハビリの話も厚労省の大きい役目の中の一部って見ると分かりやすいじゃん。へえ、そうやってつなぐと覚えやすいわね。今日は値上げと支援と処遇改善で生活の土台の話が多かったのだ。概要欄にリンクもあるから気になった記事はそこで見返してちょうだい。コメントで一番気になった話を教えてね。次回も一緒に追っていこう。また見てほしいのだ。